真横川。ちょうど暑くなってきたところだから、自然の川で水浴びをし、お、これだ。ついたげだね。虫が大量にいる。ちょっと一旦あっち偵察行こうぜ。トイレがあるらしいんだ、奥に。あ、そうなんだ。本当はここを車中泊地にする予定だったんだけど。で、ここが登山口だ。おお、洋式だ。ここ行けそう。今日はこの後、福島。福井でしょ。福井だ、福井。福井方面に行くんだけど、その途中のパーキングエリアだっけ？うん。なんかめっちゃうまそうなラーメンがあって、そう、見つけたの。それを今から食いに行きます。こっから1時間で行けるんで、ちょうど11時ぐらいに着くよ。ここでも意外と空いてるわ。カップ麺市場なんてのがある。Thank you。ここいいね。うわ、パンうまそう。食べてみようかな。ご入り用の方はよし。うまそう。じゃあ、うんこさんはそれにしなかったんだね。結局、いや、それもね、超、そそれも気になったんだけど、豚ニラってやつ食べてる人がいて、超美味しそうだったんだうよ。まそうだった。おじ、ちゃんと太いお麺が。スープは醤油だね。醤油、二郎ではない。ニンニク醤油みたいな感じ。ニンニクはここに乗ってる。スープは醤油だね。すげえな。超美味しそう。これを見ちゃって、このジューってなってるのを見ちゃって、これ。結構味濃いな。これ1個で米1杯食える。肉はね、レベル高い。普通だね、卵は。スープ全飲みは無理だよ。今から行くところは初めてのところだね。超綺麗そうなんだよね。俺明日できたら朝サップ釣りしよっかなって思って。広いね。うん。あ、木曽川だ。木曽川。鳥？滋賀県。滋賀県だ。米原市。米原だ。米原。今の時期はイカは新子が生まれたてだからダメだろうけど。梅の町な。北田子の展望所で芋けんぴ食った記憶があるわ。ミコがイカ釣った後、俺がシーバス釣った後。あれレピア、スーパーに行きたい。スーパーに見えないよ。バナナ食べていく。いっぱいじゃね。キララの若狭町って言うんだ。常上半島の先端の方を目指す。砂落とし用のブロワーがある。こんな650円。車中泊再開しましたよって。バイバイ。ガソリン入れてこうかな。元気は夜。元気。いいかな。いいや。気持ちよかったね。最高だったわ。混んではいたけど、いろんな風呂があって、キャパが大きい。源泉もなんか肌がキュッキュッてする感じ。キュルキュルっていう感じ。キュッてする。キュッていう感じ。
うん。こっちにも元気あるの？愛知の元気行ったわ、このうん。あ、言ってたね、元気。前。なぜか北陸とうん。愛知なんだよね。へえ。元気って。おお、すごい。うわ、海が広い。美しい。すいません。明日まで止めても大丈夫なんですか？あ車の中で寝るんですけど。ありがとうございまあ、よかった。す。釣りしたいです。アジですか？いいですね。はありがとうございます。ここまで来ると。ここ良くない？うん。トイレもあるし、あそこにね。あ、あるね、トイレ。アジがいっぱいいるな、豆アジ。全部豆アジだわ、これ。前に置いとくよ。うん。角瓶と炭酸を、あとコップ。まだアペタイザーになるよね、これね。アダス、どちらもキンキン。あ、ちょっと飲んだこれ。飲んでないよ。なんかちょっと減ってない？これ少なくない？そう？ハイボールのいいところは濃さを自在に操れるところなんだよね。ボンゴちゃんにいるってのがすごい不思議な感じだわ。名義は俺らじゃなくてカツオの親父になってんだけどね。保険は誰でも運転できるようにしてあんだ。溝をそこに作り付けた。今日ゲットした豚。入れてた油跳ね防止カバー。ちっちゃい島の向こう側にこう左にちょっと回り込むとビーチがあるわ。へえ。道路からはアクセスできない感じだけど。秘境じゃないか。サップでそこ行ったら面白いかも。車内暑いね、やっぱ。暑い。いただきまーす。いただきー。玉ねぎ、玉ねぎじゃない。ピーマンといただきまーす。もう序盤からどんでいこう、これ。うまっ。バーベキューの時の玉ねぎをピーマン丸ごと焼いて食ったらうまかったね。先輩に教えてもらって。しかもさ、ゴミが少なくなる。ゴミ出ない。こんなせっさとしてんのバカバカしくなってくるよ。めっちゃうまいよ。これですよ。こういうのの醍醐味はこういう影に潜んでるこいつらですよ。拭いとく。これでほぼ取れた。結構水深あるよ。ここ10メートルぐらいあるかも。もしかしたら水が透明すぎてそこまで丸見えだけど結構深いと思う。ここに階段があってなんか遊歩道あるね。おお。海の香りがする。12psi でいいよね。サップカートップした。一個一個着実に片付けていかないと進まないんですよ。そうですね。これをしまうときはこれをしまうことに集中するの。これをやらないとここが開かないし、ここが開かないと洗い物ができない。洗い物をしないと歯が磨けないから。ないね。もうすぐ拭いて直しなくて。すぐ拭いて直そうか。うん、ちなみに直すってのは熊本語でしまう。片付けるということですね。片付けるか。この辺を一旦拭いて、やっと歯を磨けるようになります。これうがいさ、どれでやった？うがいはミネラルウォーターを使う。マジ？これに入れたらね、全然色がね出なくなって。もう大丈夫や。
綺麗。飲むわけじゃないか。リアちょっと開けとく微妙に。それで換気扇つけたらこっちから抜けるよ。リアハッチを微妙に開けて、この辺の窓は全部閉め切って換気扇をつけると、リアハッチから換気扇に向けて空気が流れるはずない。明日ちょっとやっぱ標高高いところ行こう。なんたって明後日が親戚の集まりだから、そこに元気を残しておかないといけないから。明日も海だ。岸壁から札幌する初めてだわ。よいしょ。この辺ってどうなんだろう。ダイソーワーム。いきなり深い。まあでもサップは身軽でいいよな。準備も一瞬だし。20メートル以上あるかな。今んとこ魚の気配ゼロ。朝のうちは無風の予報だから割と独壇場だけど、10時ぐらいになったら風が吹いてくるんで、言うてもあっちからあっちに吹いてくる風だから特に問題はないんだけど、あの辺の潮目が入り乱れてるところ、浅い砂地か。すごいな、地形の変化が。お、食った。旗だ。青旗。あ、小さいなこれ。可愛すぎます。青旗？わかりません。あなたは何旗ですか？ごめん。可愛い。20センチないぐらいの旗が釣れた。Thank you。岸に近づいてんのかな。これ旗っぽいな、当たり方が。根魚っぽいの来たな。結構重いぞこれ。結構重い。何これ。大きめの旗だったら嬉しいです。お、旗だ、旗。やった。すれ？あ、こいつキープじゃない？まあまあじゃん。こいつ刺身にした。あ、これ何？生地旗なのかな？何旗ですかこれは。やった。25センチぐらい。ああ、いた。よかった。よいしょ。なんかいろいろ置いてあるんだ。お、食った。いいよこれ。なんすか。よっしゃ。さっきと同じぐらいだ。エソだったら逃がそう。うわー。あ、旗っぽい。カサゴ？お。バレたー。生地旗っぽかった。今バレたー。生地旗っぽかったね。さあ、結構いいサイズだったよ。いるね、旗。この辺。お、何これ。お、でかいぞ。なんすかこれ。お、カンパチだ。ショゴ引くね、ショゴ。あ、がっつりかかってるわ。どうしよう。正午来た。今年初じゃね。よいしょ。あ、これうまいやつじゃん。こいついんならエソいらねえか。夏の魚釣れました。がっつりいいね。やる気満々だねあなた。エソを逃がして正午をキープ。ベイトいんのかな。正午いたってことは。ベイトいそうだね。あ、食った。そんなでかくないな。お、カサゴ。あ、20センチぐらいあるね。カサゴ一旦キープしとくか。いや、逃がすか。カサゴ魚いっぱいいても処理が大変だから。でもこいつ味噌汁にしたらうまいからな。バイバイ。よいしょ。
寝た？ショゴとハタが釣れた。マジで？やった。今日の食材できた。しかも結構大きいじゃん。まあ中ぐらいかな。もっと大きいキジハタかけたけどバラした。そうだったんだ。手前で裏側のビーチで普通にすぐ行けそうだった。あ、俺目の前まで行ったわ。流れはどうだった？流れない。行く？もう一周しとった。この水道で釣りが洗う。後で湧き水に行って水を確保しよう。あ、てかそっか、海入った後浴びれねえの。温泉に行く。温泉650円だから、まあそんな高くないから、ありだよね。海上がり行くの。それか川を探して川にダイブする。湧き水と川って紙一重じゃん。冗談じゃないの。なんか本当にやばいレベルだ。行こう。サップで行こう。もろもろまとめてこのゴムで固定した。乗れたー。俺も手で漕ぐわ。ありがとう。あー、楽ちんだ。ショゴ刺身で、ハタは煮付けがいいと思う。あ、いいね。完璧じゃね？完璧。あれ青ハタだからさ、煮付けがうまかったやつやん。すげえ、どんぶかだ。すごいね。ここで多分もう10メートルぐらいある。あそこ上陸できんね、ここ。ミニビーチ、海藻と岩がいっぱいあるから、魚いっぱいいそう。ビーチだった、これ。最高じゃん。ここをキャンプ地とするって。意外と深い。おー、いいね、ここ。何これ。プライベートビーチじゃん、これ。沖からだとさ、ちょっと分かりづらかったね。普通の岩に見えたけど、近寄ってみたら砂浜だったわ。やばいね、ここ。
ちゃんと話したんだけど、ボートのフロートっぽい人たちが出てったのよ、朝。あの人たちは常連なんだって。3日ぐらいいるらしい。超すごかったんだよ。なんか、ギアハッチのところにクレーンをつけて、自作の。クレーンでボートを岸壁から海に下ろした。マジですごかった。すごい重いボートなんだ。しゃー。あ、そこに開いてんじゃん。今日はなんとこのキララ三方温泉キララの湯、昨日も来たんだけどね、650円でめっちゃ泉質が良かった。あー涼しい。あ、梅製品とか売ってる。今日は食事どころは休みか。ほら、これ、うなぎ。あ、イカ丼もあんじゃん。さっき言ったじゃん。一旦風呂は、そんなガツガツ急がなくてもいいわ。そこそこで難しいけど。バイバイ。8番ラーメン行く？もううなぎが。もううなぎ無理だよ、これ。うなぎね、もううなぎダメ。その酒造さん言ってから行く？もうそれいいね。なんか良さそうだったよね、今の。8番ラーメン通常に比べて混んでいませんだって。よっしゃー、うなぎの方に人が流れているね。8番ラーメン20分で行けます。ここ駐車して本当に酒造なの？あ、でもほら、酒の瓶があるね。だし、この煙突、そしてなんだろう、ポサってしたやつ。ポサってしたやつ。ポサってしたやつがそこにかかってるじゃん。だからあれは、ポサってしたやつ。ほら、ポサってしたやつだよ。丸いやつね。渋い。やってんのかな、これのれんが。この木も大きいね。あ、大きい。鳥浜酒造。あ、これがポサね。わかった。鳥浜酒造。これ名前かっこいい。こんにちは。これ確定だよ。これ確定だよね。ね、このラベルかっこいい。うん、鳥の鳥が鳥になって入るよね。冷蔵庫ね。ね、入るよね。よし。令和6年初搾り。この建物が文化財なんですか？はい、そうです。すごい。俺、混ぜて、一等だったから。あ白はおちょこになります。ー。え、やったやった。参加賞がこれなんですか。めっちゃ外れないですね。意外とないんです。すごい。やった。ありがとうございます。やったちなみにどちらからおいでですか。千葉県からです。どうやって？車で車で車中泊しながら、親戚が兵庫県の豊岡なんですけど、そこに向かってるところです。ありがとうございます。今日これではいいただきます。はい。暑いんで運転気をつけてください。ありがとうございます。超嬉しい。そのおチョコももらった。ね、超嬉しい。外れなかったあれ。めっちゃ親切よね。これはテンション上がるわ。テンション上がる。よく見つけたね。俺あ、本当？なんかこのポサで気づいたんだ。とにかくうんこ。れを冷蔵しよそう、大事、大事。う。うなぎどころじゃねえよ。うなぎどころの騒ぎじゃない。うなぎどうでもよくなってきたわ。おチョコも冷やすわ。あ、いいね。いや、地酒と地魚で。あ、通行カパ。なんかさ、そういえば出るときさ、これなんか接触おかしかったよね。舞鶴方面。そう、京都方面。トル先。あったぞ。これだちょっと12時過ぎちゃったから多分混んでるけど。ついに来た。大盛り。うんうん。ニンニクがここに。いや、なかった。今まではもらってた。くださいって言って。本爆盛りだね。本用のスプーンがある。あ、それニンニクをぶち込むわけね。はい。はい。
最高だ。麺の量が別に2個入ってた。お願いしますね。はーい。麺の量がなんか半端じゃねえわ。ニンニクとかいろいろ入ってる。ごちそうさまです。ああ、お腹いっぱい。いやマジで焦った、あれ出てきた時。単純にあれ倍だよね、量。作れるとこ見えて、私のところから。うん。で、2玉入ってた。2玉入れてた。二郎顔負けの量だったよ。兵庫県に向かいます。顔。大阪方面に行って。何今年もこの季節ですね。バキクーラー藤山市武戸部ね。入ろう。ちょっと眠くなってきてます頼む、コーヒーやってくれ。コーヒーがないと運転できない。さっき超眠かったわ。なんかこれ閉まってんね。モンスター買ってきたわ。お、珍しい。目覚めのためにエナドリ買う。兵庫県入った。地図で見たらもっと後で入ると思ってたけど早かったな。早かった。お、豊岡って出た。あ、本当だ本当だ。豊岡行くぜ。近づいてきてるね。今日は豊岡じゃないけど明日豊岡、明日ね。不安。いやまだ全然麓だから。私多分湧き水の看板があった。この米超美味しそうだね。ここの米。うまそう。うん。あれだ。あった。あった。この店なんかイケてる感じだよ。ここに止めよう。で、これが。が冷やしちゃう。で、今日の目的地はこの上だ。さらにこのさらに上。湧き水いただきます。あ、うまっ。ここか。さっきのところ確定じゃねえ？さっきのところがいいよ。なんかめっちゃもう工事現場だもん。嬉しい。私たちの優勝スポット。もうフラットじゃん。ねえねえ、これ登山口駅って書いてありますけど、ここじゃないと？ここ登山口なんだ。へえ。駅。これ鹿のうんこっぽくない？そうだよ。おお、本当だ。現在地がここで、そこからちょっと行ったらもうここがゴールってことかな。何分くらいかかるんだろう。ここあっちに行ったら行けるってこと？そういうことか。
寒いよ。うん最高じゃん。最高昨日から天国系になってる。ジムに日が来た。ジムにも来てみんななんかみんな向こうだと思って行ってる感じだよね。おっとおっと。お、なんか結構ミニのおチョコだ。鴨栄。おお、うん、美味しい。美味しいね。美味しいっす。刺身とか合いそうじゃん、これ。あ、合うかも。ね。魚をさばかせてください、ここで。いや、いやいやいや。さばきつつ飲む。おちょこ当たったの超よかったじゃん、これ。鳥浜酒造さん。30センチないぐらい。いや、そのぐらいの大きさの魚が一番美味しいと思うと私は。発音が吸いまくってるね。先ほどの湧き水、あ、湧き水ご飯だ。あ、湧き水でしよう。うん。これやっぱり。サブバッテリーは 99.5%。あ、それつまり満タンってことだね。つまりワンタン。あ、月菜さん切れ味抜群だわ。いや、ミニ出刃包丁って最高だな。使い勝手抜群だわ。これで、お、身が取れた。最高だ。包丁動かさずに皮をこう動かすと切れにくいっておてつさんが教えてくれたんだけど、あ、でも確かにそうだ。あー、完璧。はい、完璧。はい、完璧。これをちゃんとやるとさ、結局いいよね。中骨をこう両側削いでさ、捨てる分の身がさ、全部こう食えるってことだから。すげえ、 25.8 度。そんな衝撃だね。そんなもしかして今日は寝のために持ってきた寝袋が活躍するかもしれません。あ、するかもね。ちょっと味見するわ。味見ね、味見。このかけらの部分でちょろっと。乾杯。なんかすごい雲出てきてない？うん。おー、うめえ。うまっ。ほんで、どうぞ。これは夕飯用ね。で湿度が高い 75% ある。だってめっちゃ雲出てきてる。気温はもうゴリゴリに春だけどね。秋か。もう夏終わり。おっと。あーはー。湧き水汁。調べたな。うん。で、何？肝取れた？
肩の胃袋もうまかっあーだね。た。肩の肝入れていい？どうぞどうぞ。お願いします。胃おお。袋もあんだよね。胃袋いきます。はーい。え、すごい、なにこれ。できちゃったね。できてしまった。あ、湿度 91% は持ってるだろう。多分この鍋の近くだとここがもやもやしてるの。この鍋の湿気でさ、ここが正しいよ多分。とんでもねえっすよこれ。めちゃくちゃ遅くなっちゃった。いや俺にとってはちょうどいい。8番ラーメン爆盛りすぎてさ。乾杯。初めてこのファンの必要性を感じない。感じないね、うんむしろ寒くて閉めたここうん。スライドドア。いただきますいただきます。あーあー、すぐ食べる。鳥浜生原酒いいね。超うまいわ。釣ったまんましょご。うまっ。めっちゃ美味しいね。うまいねこれ。やっぱこのぐらいの大きさが一う番うまい。まっ。こっちはちょっと薄めに切ってこっちは太めに切ったの。うん、なるほどね。うめえこれ。やっぱショコってすごいね。すごい。厚めの方いこショコうまっ。なんかさう。うん。甘みあるよねちょっと。わかる。うまみって言うんかな。火通した方もね、美味しいよ。綺麗に盛り付けてくださって。汁最高。ああもう最高。優勝。もう今日はなんか全てが整ってる。うまいねこれ。そしてこの景色を見ながら。ねこれ明日の朝とかも最高なんじゃない？あ、やばいと思う。あれこれ方角どっちだろう。パーフェクト食材だよねこれ。うん。でもこの旨味ってさちょっと油な気がすんだよね。なんか醤油で虫が落ちた。本当だ。溺れてる。結構テカってるな俺。スープのハラミを食べてなんか油を感じたよ。ああ。うん。だってねこのサイズの沸かしとかだったらこんな旨味ないもん。もっと水っぽくってただの実って感じなんだけど、うんこれなんか違うよ。早熟こいつは。もう仕上がっちゃった。うん。この小ささで。このトマト食べた？食べてない。食べてめっちゃ美味しいけん。マジ？さっきの道の駅で買ったトマト。いただきます。あ、うまいね。ね。うん。胃袋あった。胃袋。うん。コリッコリ。ちょっと苦味がある。ももう幸せでございます。ダメ押しの一手。これで最後にします。明日さ、俺のいとこの旦那さんが来ることになったんだけど、めっちゃ飲む人だから、俺潰れるかもした。前いとこの結婚式の時に一緒に飲んで潰れた。俺が。ラップの方じゃない。そこすぐ足元になった。あ、本当だ。焼けすぎだよこれなんか。やばいね。皮がむける。うん。なさそう。気持ちいい。カメムシが。優しくこうやってやって外に出してあげると匂いを出さないんだよ。オッケー。いや絶対匂い出てるっしょ。嗅いでみ。ない。すげえ。でしょ。カメムシのくせに匂いない。
テーブル作ったのも懐かしいね。作ったやつと2代目なので。あ、海子がリメイクしてたんだっけ。そう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 。いいね。大変だね。うん、2人でいると大変。一人だともうね一人だと楽なんだよね。場所がもっと広いからスッスッスッってできる。このシーツ今日使う？昨日びっちゃびちゃになったけど。でもこれの上に直で寝るの嫌じゃない？あ、でもこれ匂わないわ。海子の方はびっちゃびちゃにならなかった？服はびしょびしょになったけど、これは大丈夫まで貫通してないと思う私。あ、そっか、服着てたから。俺服着てなかったからこいつに直でびっちゃびちゃになったから。すごい、26度。湿度高いけど、なんか雲の中だからね今。安眠だわこれ。明日の景色が楽しみなのと、フレンチトースト絶対作るわ朝。何時に起きる？今ね9時だから6時に起きれんじゃね？7時って10時間だよ。目覚ましなしでいっか。起きた時間に起きるか。おやすみ。します。おはよう。おはよう。涼しい。寒い。どうしろ。朝になっても貸し切りだね。いないよね。誰もいないよね。いない。気温25度、湿度 70%、 6時44分。昨日の湧き水でコーヒーとお茶を入れてみよ飲みたい。う。こちらは湧き水です。はい。鳥の音鳥の声みたいな。あ、猫みたいな。これグルちゃんが餌くれって言ってる時の声でミーって言ってる時の声やんこれ。あ、これか。これはね、イングリッシュブレックファーストじゃなくてニュージーランドブレックファーストっていうやつなの。何？イングリッシュブレックファーストっていうのがあるの？ってあるじゃん。あるんだよ。知らないんだけど。あるんだよ。ありませんか？どこありませんか？ない。オッケー、はい。あーやばい。排水溝にコーヒーの粉ぶちませた。はい。はい。ありがとう。そしてその引き出しからシナモンを出してもらえませんか？はい。はい、ありがと乾杯。う。乾杯。大盛りになっちゃった。景色と涼しさに。こ
ぱ夏は標高だね。うん分かっちゃったよ。大事。なんで毎年忘れるんだろうね。不思議、それが不思議やもん。いやだってもう多分感覚が狂うんだよ。冬寒くなってさ、もう全て忘れるんだよ、夏の暑さなんて。うんうん。で夏の暑い時はもう冬の寒さなんて忘れてんじゃん今。忘れてる。感覚わかんないじゃん今ね。FF ヒーターなしでもいけるよとか言ってちょっとやられてるみたいな。そうやられたこともあった。あった。そういうことだよ。日本にっていうか四季のある国。そうですね。これを延々と繰り返すんです。死ぬまで。ああ。トゥルルン。なんだっけ、山口牛乳だ。その名も。そう。私ガーンジー牛乳のヨーグルトが美味しかった。ガンジって言いたいだけじゃない。それもある。人がいなさすぎてちょっと引いてるんだけど。この山に来る人はやっぱ1合目から登るんじゃない？うわうまそうできた。カスがうまいんです。その幅を利用してね。これちょうど収まるのがねそう。いいんだよ。あ、で緩めたままにしたら漏れるんよ。締めてから締めないとダメなんだね。そう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 。いただきます。100点。出た。いや前回も100点だった。もしかして100点多い？うん。これが100点。もうこの時点で何を食っても100点。結局？コーヒーもフレンチトーストも景色だよ。結局のところ？うん。何でやってもうめえんだよ。こんなところで食ったら。ま。靴下を1個も持ってきてないからさ、靴が履けないじゃん。履けないね。つまり山登りできないわ俺。だから今日はもう出発までのんびりしよう。10時までここで。そうするしかない。うん。なんで靴持って無理きた？。山登れね逆に。え。いや山登りとかするかなとか思って靴持ってきたんだけど靴下持ってきてない。乾いてる？うん、なんとなくね。これ大事よ、ここ。気温25度に上がった。ちょっと暑くなってきた。そうだね、日差しがね。うん。ボンゴで来てよかったよ。よかったね。山攻めも容易だから。だいたい細い道でも行けるもんね。ビクビクしないで済む。そうそう。まだ全開で行きましょう。こっち。
絶景だね。およそ200メートル先。今から豊岡に向かって俺のおじさんとおばさんの家に行き、そこにいとこが勢ぞろいしてるんで、みんなでバーベキューをしようってことになってる。でその後城崎温泉に泊まって、でそこからまた旅スタート。昨日刺されて赤くなってたとか大丈夫？ちょっとかゆいぐらい。腫れたまま。こんにちは。こんにちは。こんにちは。もうなんかテーブルでぐってあ、男の子だこの子。女好きやん完全に。うめえ。マンゴーラッシー。美味しい。抹茶ラテ砂糖抜きどう？美味しい。うん。酒屋地酒あります。スルメあります。見てみる？こんにちは。おお。これかすみつるのスパークリングいいね。500ml だって。ちょっと小さめの瓶だね。一個一個手書きで説明書いてあるのすごいね。その説明の文が詳しい。あめちゃ詳しい。あ、この辺こんな結構酒屋さんは初めてだ。うん全部この辺の酒なのかな。ねうまそうなお酒けど。豊岡の酒屋さんで。ありがとうございます。あ、HB101 突っ込まれた。面白い帽子ですね。コウノトリ通りみたいうん。な。カバンストリートじゃない。カバンストリートでもある。ここが気持ちよさそう。そう今ね絶賛モフモフがすごい具合がいい。うん。コンディションバッチリの。あれ首についてるあれタグ？これねそうエアタグみたいなやつで。ゆうちゃん。水木さんたちが誰って顔してる。初めてだね初めてだね。お来た来た来た。猫らしからぬスローペース。お指なめも。めっちゃ丸いね。そうなの。でもちょっとびっくりしてる。じゃあちょっとやめて。もうないけど。拙者この耳の後ろとかね、ほっぺたがモフモフ。ありがとう。ありがとう。急にボンゴのウィンカーつかなくなっちゃって、めっちゃ焦った。一回このままだと走れないから、ちょっとどうするか今考えないといけない。このガソリンスタンドに一旦相談してみて。あ、着いた。あれ着いた？つかんくなったよね。さっき一切つかなかったよね、直前にさっき今ねハザードを試したんよ。その次じゃね今着いたの。何だったの？でも怖い。
まあまあでも一旦このまま行ってみようか。そうだね、気をつけながら。うん、さマジでさっき焦ったけどさ、焦った治ってよかった、とりあえず。今普通についてる。何だったんだろう、うん本一切ウインカーつかなかったからね。当。カチってやってももう何も無反応みたいな状態だっ今お盆中だからさ、多分整備屋さんも休んでんじゃん。た。お盆明けの修理完了まで豊岡滞在かってちょっと思っちゃって頭をよぎった。旅強制終了みたいな。ちょっと内心って思ってたよ。そう今日は豊岡を出て大阪方面に向かうんだけど、明日大阪に用事ができたので俺のいとこの家に遊びに行くっていうそういう用事ができたので、その大阪に行く途中にある山の上で今日は寝ると。なんで山の上かっていうと涼しいから。そう山の下だともう寝れない。こういう平地とかだと悟った。暑すぎて無理です。悟ったよね。悟った。無理だよね。優雅に歩きよった。コウノトリさん、豊岡の鳥、田島の鳥かな。おいコウノトリいる。コウノトリがいっぱいいた。これ右曲がってみよう。コウノトリめっちゃいっぱいいたんだけど。いや本当川の中で水浴びしてた。内輪差気をつけてな。そーっと行こうか。そーっと。ここにもいっぱいいる。やばくない？でかいよね。あそこにコウノトリいるわ。魚もいる。多分この魚を捕まえてるんじゃないかな。あ、近づいたら飛んでっちゃった。7羽も一気に見れたわ。北海道で見た鶴に似てるね、やっぱ。感動だわ。今朝もホテルから見えたんだよね。一匹だけ。1羽。あの時1羽だけだったね。あのコウノトリちょっとあれだね、汚れてるね。百戦錬磨な感じだったね。今日泊まるところも兵庫県内だよね、確かね。丹波篠山。丹波篠山。なんか今日ね、特大の祭りがあるらしいよ。らしい。盆踊り踊るって言ってたね。音聞こえるかもね、もしかして。かも。開いてますかね。ね。最高じゃん。源泉かけ流しってことかな。こんな800円。あ、でもそこに下駄箱が100円に下駄箱か。なんかすごいね、ここ。バイバイ。激込みだった。この前はね、結構ばらけてた。今また兵庫県に戻った。篠山市。あの山登ろうとしてる？もしかして。あっちの方入ってくる。あっちの方か。あ、鼓膜がゴリってなった。あ、標高上がっ気圧変わった。着いた。着いた。大田原広場。ソーラーパネル設置してあるな。ボットン便所なんだ。あ、すごい。ここから雲海見えたらめっちゃ綺麗だよね。
関連山 O2。 ここが現在地。とりあえず飲もう。夕飯は作らないんだよね。食べなくていいお腹いっかなって。ぱいだから。うん、お昼めっちゃ食べた。朝もめっちゃ食って海子がその後お昼みんなでカレー屋で食べたんだよね。うんあ、ちょっと折り絡んでる。うん。商店街みたいなとこで買ったね。明らかにいい感じの酒屋さんがあってね。うん。おお、発泡してる。乾杯。乾杯。乾杯。お疲れ。おお、すげえこれ。これね、日本酒じゃないみたい。あ、飲本当んでみて。え、一口飲んでみ。ちょっと甘酒みたいな香りがするな。うん。うま。うまくねこれ。飲みやすい。霞鶴山ハ純米スパークリング濁り。これ半端ないっすね。めっちゃうめえこれ。明日はちょっと天理スタミナラーメンを中心に予定を考えた。うん。通って気になっただけ。気になったと私は記憶しているんだけども、まあどっちでもどっちでもいいか。一人で気になったんですよ。うん、それで気になった。俺のいとこの家に朝ってか明日行くことになってんだけど、うん、10時45分に出れば開店前に着くと。でそういうスケジュールで行く。うん。明日はラーメン食べた後はもう一気に東に進む。明日はうん。はい。ありがとう。ロースも使うよね。はい。まあでもこの気温なら寝やすいよ。うん。じゃあおやすみなさい。おやすみ。あ、電気消すね。おはよう。雨とさ、なんか音楽の音しない？がっつり降ってるっぽいね。いいね、おっさんが出発した。新淀川だ。川の向こうが一気にビル街だ。ビル群ね、だね。だ。川マンゴああ、なるほど。勢いじゃ足りない。強調しとかないとみたいな。前から気になってたラーメン屋にね。天理ラーメンでかっ。猫でか。ここのタイムズでもいいか。あ、確かに。いくら？24時間500円だって。小坂駅北口、その右側にあるはず。天理スタミナラーメンあった。11時半からで。まだ光ってないね。11時20分。光り始めたね。一番乗り。券売機とかではない。
スタミナラーメン行こう。あ、豆板醤。別豆板醤もある。ニンニク。きたー。ニンニクは元から入ってるっぽい。うん。それは白菜。ニラも入ってるね。こっちが豆板醤。うん。俺はなしにできた。ピリ辛いの苦手だから。これは新しいかも。今まで食べたことないわ。うん。そう入れてた。白菜だよね。よしよし。うまいし、そんな濃すぎない。お待たせしました。ありがとうございます。ごちそうさまです。天飲み一歩手前。結構飲んでる。こっちはちょっと辛かったよ。あ、本当。あ、じゃあ抜きにしてちょうどよかった。大満足です。スタミナラーメンって名前だからもっと爆盛りなのかなって思ってたけど、量的には思ったより少なかった。ラーメンはそうだいたいみんなね、常連さんスタミナセットっていうのを頼んでて、チャーハンとかご飯系とセットになってるのがあって、それを頼むと満腹になりそうな感じ。ほらこれとかさ、これとかめっちゃ通りすがる人のチャリにも、チャリに傘スタンドついてるわ。今日は三重の山奥に泊まると。なぜなら山奥は涼しいから。何周目っていうこの会話。意外と駐車場空いてるじゃん。うん。東吉野村。領収書。バイバイ。三重県入ったね。やば。めっちゃ山。松阪市って松阪牛の。開けて閉めていくんだ。そうそうそう。そっちに開くんだ。自分にも当たった。窓から入ってきた。良さそうだね。ここもなんか優勝してるじゃん。ここも優勝候補だね。なんか眺めよくていい感じ。これ結構優勝候補じゃん。あ、トイレあった。回ってるやつだ。くるくる。あ、車結構いる。今の優勝候補に行く俺ら。あり。キャンプしてる。キャンプしてる。キャンプしてるわ。ちょっとこれはね入っていきづらいでやめた。優勝候補行きましょう。優勝しちゃってるね。もう先に優勝しておられる方々がいらっしゃいましたので、じゃあ今日はこちらで。私たちの優勝
準優勝優勝優勝。優勝だね。キャンプ地みたいのもある。前の方にテント張れそうなスポットみたいな。うわー、すっごっ。バナナ食いて。Thank you。あ、このチョコでね。うん、そう一緒。これうまいよね。うまい。ね、むしろ寒いんだけどここ。うん、長袖着てちょうどいい。やばい、なんか生姜が凍りついてんの。ハティーハティーハティちゃんを酒少々しましょう。できたー。多分ね、魚はこっちの方が合うと思う。あー、そうかも。これはね、食前酒には最高。乾杯。乾杯酒、これは。もうなくなるけどね。鳥浜酒造。いただきます。キノコうま。うん、魚の出汁でね。はうわ。完璧じゃんこれ。あ、顔肉。うん。蛾が飛び回ってる。休み。
願いしてよかですか。うん。あ、逆側。そうそう、そこそこ。やば、激混み。込みかも。松阪牛定食、水おろし。いただきます。ご飯おかわり自由だって。ね、大盛りと普通盛りがそんな変わんないように見える。これうまかった記憶がある。満車だね。満車。大人気。伊勢茶。買いました。茶畑の斜面。そういえばさ、牛見てないよね。牛舎とか牛とか。牛？うん、松阪牛なのに、牛見てないよね。見てない。斜め右方向です。名古屋方面です。ここが一番街だっけ。これ駅か。みんなこれ水族館並びだね。うん。水族館の第二駐車場に入りたい人たち。こっちから乗るの初めて。続いて予約してないんですけど。一時の船が遅れてまして、はい一時の便間に合うんですけど、あ、じゃあ乗ります。よろしいですか？はい。チケットを2階で購入してください。はいで購入したらまたすぐにお車にお乗りください。はい。 3番の列でお願いします。はい。やったー。なんと1時の便が遅れてて、今ちょうど1時ぐらいっしょ。ちょっとパパッと券を買ってこよう。うん。あ、ここから登れるみたいだね。なんと1時の変えてしまった。結構ギリギリだね。あー、いっぱいだ右ですか？右、はい。本線左側に見えます島は答志島でございます。この答志島は三重県最大の人の住む島で、島民の多くが漁業に従事している漁業の島です。1時間経ってないやん。ぴったり着岸するところまでで1時間。海上保安庁さん休憩してる。よかったね。1時間早く着いた予定より。ね、1時の便諦めてたからね。うん。そしてここは思い出の地。タイヤがタイヤの傷に気づいたのがこの辺だったね。この辺の温泉。だよ。うんうん。おお。うわ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 。そう綺麗。で前このさロコステーションってとこでさ海入ったよね。入ったね、ドフラットの時。そう
水浴びね、急に海入りたくなったから。うん気持ちよかった。今日はお盆の最後の土日の土曜日なんで、渋滞がすごいんですよ。そうだね。東名予想25キロ以上とか出てるから午後から深夜にかけてこれからだね、まさに。これからすごいんです。特に御殿場、静岡から神奈川に入るあたりから大渋滞になるはずで、高速に乗って渋滞の直前ぐらいまで行きます。で一旦仮眠をして渋滞がちょっと落ち着いたぐらい。仮眠とシャワーね。あ、そう、シャワー。渋滞が落ち着いてきたあたりに出て、夜から朝にかけて移動すると。湖西シティ、静岡県に入ります。浜名湖。あれ浜名湖、この下激流なんだよ。あ、本当だ本当だ本当本当だ本当だ。これがバーンって浜名湖ね。危険地帯、この橋の下はカナルってところに行きます。はい。浜名湖カナルオートキャンプ場、マリーナが併設されてて、カナルオートクラブ。あ、めっちゃ船がある。全然車いない。ここがキャンプサイト。目的地は右側です。お疲れ様でした。これマリーナやってんのよ。はいはい。社長、わあ、すごい綺麗。ここで前やりましたもんね。あ、ここでやったの？そう、ここでね、ホルめっちゃうまい地元のホルモン。すごい。ちょっと社長ね、のどぐろ釣りがうまいって聞いてるんですけど。のどぐろ名人なんですか？日本一だそう。ちょっと今度連れてってくださいよ。涼しくなったら。ありがとうございました。お邪魔しました。急に。ありがとうございます。涼しくなったらのどぐろ釣りに連れてってもらおう。いや、もう絶対のどぐろ釣りに連れてってもらおう。のどぐろは好き。のどぐろ好き。ね。あれ、山七あった。右方向で車が続いて目的地は左側です。営業中、営業中。目的地は左側です。素晴らしい。お疲れ様でした。極上のうなぎ食べるぜ。あ、甲子園見ながらうなぎ食えるの最高。これであれですよ。それであれ今日は灼熱の車中泊になるけど大丈夫。本当にうなぎ自身みたいな。おお、白焼きって何？普通に焼いただけみたいな。うんうん。おー、いいですね。あっちも薄いですね。ついに念願のうなぎじゃん。念願のうなぎ。夏バテ対策や。うま。うなぎの味だよ。こちら。うなぎなんて久しぶりだわ。釣ったうなぎ食った以来かもしれない。それはだいぶ久しぶりだね。これはうまい。ふわふわです。ちょっと白焼きの味も気になる。あ、どうぞどうぞ。何もつけないうなぎ初めて食った。あ、塩もいいね。ね、すごいいいよね。うん。めっちゃ美味しいこれ。油すげえな。油がよくわかる。うん。はい。ありがと皮のところもプリップリよ。ごちそうさまう。ごちでそうさまです。す。うまかったな。大満足や。高速手前でガソリンを入れました。入れました。これでなんか意外と今日中に千葉まで帰れそうな予想は出てるけど、そうなんや。この後渋滞がどうなるか次第だよね。渋滞との戦いで、これで静岡方面じゃな。結局
さウインカーも大丈夫でよかったね、うん絶好調だよボンゴさん。絶好調。むしろあれは何だったのかっていう。海子ずっと運転してるからさ。でも今絶好調だよ。うなぎでもう絶好調。うなぎで覚醒した。うん。実はあれ俺も一切眠くないんだ。あ、本当。うなぎ食ってから超元気でさ。超元気だよね。ふずい。運転手交代。藤川。うわ、富士山がでかくなった。観覧車でか。800メートル道なりです。お疲れ。ヒュー。うなぎのおかげで。あー、来た。来たね。渋滞ゾーンだ。また渋滞？え？中。落下物？落下物処理中。すごい。マジで大変これさ。なんかいろいろ起きてるね。神奈川県。来た。来た。果たして本当にシャワーがあるんでしょうか。あるんでしょうか。食事で一回寄ったことあるかも。シャワーは初や。そうやね。ありがとうございます。やっぱ女性の方がフロントで受付が必要。受付必要。女性用のコインシャワー。これお手洗いがついてる。300円で10分。で渋滞もそんなにしてない。それ意外だよね。全くゼロではないんだけど、頑張って帰っちゃうかもこれ。思ったより渋滞がそう。緩いので帰りますか。